皆様、ご自宅のトイレをどのようにお掃除なさっていらっしゃいますか？ブラシや洗剤、ゴム手袋を使ってですわね。今日はね、そんな常識を覆すお話をさせていただきますわ。トイレは素手で洗いなさい。そう聞いて、と驚かれた方も多いでしょうね。でもね、これは何も気をてらった話ではございませんの。私はこれまで何十年と芸能界の頂点を極めた方々から財を成した実業家まで数えきれないほどの成功者の生き方を見てまいりました。その中である共通点に気づいたんですよ。成功なさっている方々は例外なくトイレ掃除を大切になさっている。しかも多くの方が素手でトイレを磨いていらっしゃるんです。最初私も正直申しまして抵抗がございました。便器の中に自分の手を入れるなんて。でもね、やってみたんです。ある朝覚悟を決めて、その瞬間から私の人生が大きく変わり始めたんですよ。なぜ素手で洗わなければならないのか。それはね、道具を使っていては決して届かない心の奥底まで磨くためなんです。素手で便器に触れる、その行為そのものが自分の中の傲慢さ、プライド、見栄といったものを削ぎ落としてくれるんですわね。かつてある若い俳優さんがいらっしゃいました。才能はあるのにどうしてもブレイクできない。私は彼にこう伝えたんです。まずトイレを素手で洗ってごらんなさいと。彼は最初困惑した表情を浮かべておりましたけれど、素直に実践なさった。するとどうでしょう。3ヶ月後、彼に大きな役のオファーが舞い込んできたんです。彼は涙を流しながら私にこう言いました。トイレを磨いている時、自分の心の汚れも一緒に流れていく気がしたんですとね。さて、トイレにはね、神様がいらっしゃるんですよ。臼様明王、臼様明王とお呼びするんですけれど、この神様は炎の力で一切の不浄を焼き尽くしてくださるとても強い力をお持ちなんです。古くからお寺や神社ではこの臼様明王をトイレにお祭りしてまいりました。なぜなら不浄の場所だからこそ、そこを清める神様が必要だったんですわね。トイレを素手で磨くということは、この神様に対する最高の敬意の表し方なんです。神様がいらっしゃる場所を手袋越しに掃除するなんて失礼だと思いませんこと。素手で直接心を込めて磨く、その真摯な姿勢を臼様明王はちゃんと見ていてくださるんですよ。そしてこの神様は金運と深い関わりがあるんです。トイレは水の気が強い場所。風水では水は財を意味いたします。その水の場所を正常に保つことでお金の流れが良くなるんですわね。実はね、多くの成功者がトイレ掃除を実践なさっているんです。例えば映画監督としても世界的に有名な北野武さん。彼は若い頃、師匠からトイレをきれいに掃除しろと言われて以来、50年以上経った今でも自分でトイレ掃除を続けていらっしゃる。しかもロケ先の公園のトイレまで掃除なさるそうですよ。掃除道具がないときは素手でやるとおっしゃっていました。たけしさんは自分に才能があるとは思えないのに何をやっても評価される。思い当たるのはトイレ掃除だけだとね。タモリさんもそうです。手袋をしていては落とせない汚れがあるとおっしゃって素手でトイレを磨いていらっしゃる。爪を使って隅々までピカピカになさるんですって。イエローハットの創業者鍵山秀三郎さんは素手でのトイレ掃除を何十年も続けてこられました。鍵山さんは
素手が最も合理的に便器を磨き上げられるとおっしゃっています。ドロドロのお水も一度触ってしまえば嘘のようにためらいは消えるとね。本田技研工業を創業なさった本田宗一郎さんもトイレを工場の中心に設置なさいました。トイレを汚くするような人物とは関わりたくないという名言を残していらっしゃいます。松下幸之助さんも誰よりも早く会社に行ってまずトイレ掃除をなさっていたそうですよ。俳優の高橋一生さんはおばあ様から素手でトイレ掃除をしなさいと教わって今も実践なさっている。スポンジよりも汚れに届くとおっしゃって淡々と素手での掃除の効用を語っていらっしゃいました。TOKIO の松岡昌宏さんも素手でトイレ掃除をなさっているのがテレビで話題になりましたわね。芸能界で成功なさっている方々の共通点、それはトイレへの向き合い方なんです。では具体的にどうすればいいのか。まず心構えとして感謝の気持ちを持つことです。いやいややっても全く効果はございません。いつも私を受け入れてくれてありがとうという気持ちでトイレに向き合うんですわね。朝起きたらまずトイレに入る。便器の中に手を入れて水を流しながら内側の汚れを優しく撫でるように洗う。最初は抵抗があるでしょう。でもね、3日も続ければ不思議と平気になってまいりますよ。次に便器の外側便座タンクと丁寧に拭いていく。床もね、隅から隅まで。この時きれいになれと心の中で唱えながら磨くんです。まるで愛する人に触れるように優しくでも確実に。掃除が終わったら必ず手をよく洗いなさい。石鹸で2度洗い、温水でしっかり流す。衛生面は大切ですからね。素手で洗うからといって不衛生であってはいけません。清潔さと心の浄化、両方を大切になさってください。できれば毎朝、無理なら週2、3回、大切なのは続けることです。一度だけやって効果を期待するのは虫が良すぎますわね。継続することで少しずつでも確実にあなたの運気は変わっていきますから。さて、素手でトイレを洗うとどんな効果があるのか。まず金運が上昇いたします。私の知り合いの実業家は素手でのトイレ掃除を始めてからたった2ヶ月で大きな契約が舞い込んできたとおっしゃっていました。ある主婦の方は毎朝トイレを素手で磨くようになってからご主人の収入が増え、臨時収入が続いたそうですよ。偶然かもしれませんけれど、でもね、そういう偶然が重なるともはや必然なんじゃないかしらと思うんです。人間関係も良くなります。トイレ掃除をしていると謙虚になれるんです。自分が一番汚い場所を素手で掃除できるようになると、他人の小さな欠点なんて気にならなくなってくるんですわね。ある会社の社長さんは社員全員でトイレ掃除を始めたところ、社内の雰囲気がガラリと変わったとおっしゃっていました。派閥争いがなくなり、協力し合う文化が生まれた。トイレ掃除には人の心を整える不思議な力があるんです。そして何より自己肯定感が高まります。私は誰もがやりたがらないことを素手でできるという自信。これはね、何者にも代え難い心の支えになるんですよ。人生で迷った時、困った時、あのトイレを素手で磨けた私ならこれくらい乗り越えられると思えるんです。気づく力も育ちます。素手で便器に触れていると、ほんの小さな汚れ、わずかな変化にも気づくようになる。この気づく力は仕事でも人間関係でもとても大切な能力ですわね。成功なさる方は
皆さん気づく力が優れていらっしゃいます。実は私もね、本格的に素手でのトイレ掃除を始めたのはある時期からなんです。仕事で大きな壁にぶつかっていた頃、ふと自分の心が汚れているんじゃないかと思ったんですね。そこで毎朝誰よりも早く起きてトイレに向かいました。最初の1週間は正直辛かった。でも不思議なことに1週間を過ぎた頃から心が軽くなっていくのを感じたんです。そして1ヶ月後、長年温めていた企画が思いがけない形で実現することになったんですよ。その時、これがトイレの神様のお導きなのねと確信いたしました。それ以来、私は毎朝のトイレ掃除を欠かしたことがありません。素手で便器を磨きながら、今日も良い一日になりますようにと祈る。この時間が私にとって一日で最も神聖な時間になったんです。ある朝、掃除をしていたら突然涙があふれてきたことがありました。なぜ泣いているのか自分でもわからない。でも心の奥底に溜まっていた何かが便器の汚れと一緒に流れていく感覚がしたんですね。以前私がまだ無名だった頃、先輩の女優さんがこうおっしゃいました。みやちゃん、トイレには幸運の女神様がいらっしゃるのよ。その方はとても恥ずかしがり屋で、きれいなトイレにしか現れないの。だからいつも磨いておきなさいとね。当時はそういうものかしら程度にしか思っていませんでした。でも今ならわかります。あの先輩は本当のことをおっしゃっていたんだと。トイレを磨くことは幸運を迎え入れる準備をすることなんですわね。皆様ね、トイレは家の中で最も大切な場所なんです。そこは私たちの不要なものを流してくれる浄化の場所。その場所に敬意を払い素手で磨く、これほど謙虚でこれほど勇気のいる行為はございません。でもその一歩を踏み出せるかどうかであなたの人生は大きく変わるんですよ。素手で洗うということは本気の証です。私は本気で人生を変えたいというあなたの覚悟の表れなんです。明日の朝、今日のこの瞬間からトイレに向かってごらんなさい。手袋を外して素手で便器に触れてみてください。最初は抵抗があるでしょう。でもその抵抗こそがあなたを成長させる第一歩なんです。うっさま明王はあなたの勇気をちゃんと見ていてくださいますよ。そしてあなたに幸運を運んでくださるお金も人との縁も仕事の成功もすべてはここから始まるんですわね。さて、皆様の中には本当に運気なんて変わるのと半信半疑の方もいらっしゃるかもしれません。実のところ運気というものは目に見えません。けれども素手でのトイレ掃除を3ヶ月、半年、1年と続けてみてくださいませ。最初は何も変わらないように感じられるかもしれませんが、ふと気づくと不思議なご縁が舞い込むようになり、ご家族に笑顔が増えたり、思いがけない臨時収入、昇進、ご近所や同僚とのいさかいがすんなり解決している自分に気づかれることでしょう。この変化とは家や環境だけでなく、自身の心の柔軟さ、しなやかさが増すことでもあります。折に触れて私自身も気が重い、前に進めない、嫌な出来事ばかり続くと思う瞬間がございました。しかし掃除の手を止めずにいると、なぜか心のどこかが軽くなり、また新たにやってみようと思えるのです。うっさま明王はただ災いを遠ざけるだけではないのです。不浄を焼き尽くし、護衛や繁栄、健康、愛情、あらゆる幸運の器を磨き上げさせてくださる存在。
実際、人生の大逆転、難病の回復、事業復活、結婚、数多くの方がトイレを素手で磨くことから激変した例を私は目の当たりにしています。科学的根拠はないかもしれません。ですが、どんな宗教、国や時代でもトイレの汚れは厄のたまり場だと伝えられています。仏教だけでなく、風水、神道においても水回りの正常、手を使うことでのエネルギー交流が強調されているのです。世の流れがどれほど急激に変わろうとも、身近を丁寧に磨くことだけは変わらぬ幸せの根源でございます。今日皆様がまあやってみようかと軽い気持ちで一歩踏み出してくださる。それがあなたのご家族、職場、友人、大切な人たちの幸せの波及点となります。どうかその手でご自分の未来を磨いて差し上げてくださいませ。いつの日か私と同じように、ああ、やってよかったと心から思える日がきっと訪れます。私の経験があなたの勇気の後押しとなりますように。